はい、どうも A です。今回ですね、コーチング企画、またやっていきたいと思います。今回の方はですね、CF が7勝から8勝ということで、で、リビライがリビ2ですね。で、前作も含めてリビライをエリートに向けて頑張っていきたいということを聞いております。あと CF もね、できるだけ勝率を上げていきたいということを聞いてます。で、メンバーはいい感じで組んでてですね、ちょっと気になるとしたら、なかなかいいスカットの中で右サイドバックがなんでこの選手なんだろうっていうぐらいですかね。他はカピタ、ダイク、メンディ、めちゃくちゃいいですね。サワー、バレンナ、ニコ、バルベルデっていうことで、右サイドのバルベルデがどういう仕事させたいかっていうのを含めてみたいなっていうところと、褒め編ですね。これ433も想定して組んでるということで、それもあって多分バルベルデを右に置いてるのかなと思います。あとペレの使い方とか、あと前線ハムですね。この辺も含めて見ていけたらなと思っております。ではですね、早速見ていきたいと思います。4411ですね。自分自身がそこまで4411を使わないんですけど、その辺も気になる部分ですね。攻撃守備含めて見ていけたらと思います。自分がやっぱり4231とか4321のキャムアリが結構使うんで、4411自分的には難しいなって思っている部分もあるんで、今のでもトリガーランの走らせるのはいいですね。ただちょっとタイミングが問題だったかなっていうところですね。これ、今のところですね、やっぱ、今までのとこもそうなんですけど、ここで、センターバック過剰にやっぱ動かしすぎてますね。あと、ここでダッシュがいらなくて、どっちかというとジョッキダッシュで位置合わせぐらいだったらいいんですけど、まだ。ダッシュで、こちらに走ってしまってるんで、これ逆行かれると、もう本当にそのまま、まだ大工の重心でいう左に重心完全に乗ってるんで、右に行かれると、このまま行かれるなっていうところで、大工をここで合わせる必要はないかなって感じですね。合わせたとしてもジョッキで警戒させる、縦行きを警戒させるか、サワーを警戒しに中盤バレンダーを合わせるかって感じになるかなと思います。ここ、結構危ないシーンですね。速い選手とかであれば、本当ぶち抜かれる可能性があるんで、縦。大工と相手の選手の兼ね合いで取れましたけど、今のところは結構気になるシーンであるかなと思います。はい。でトリガーラン結構かけていってるんで、そこをどう使っていくかっていうところも見れたらなと思いますね。取られて、そうですね。やっぱ左が今上がってるんで、今の流行りの多分相手も433っぽいので、433とか4213かな。どちらかだと思うんで、どうしても上がったサイドは疲れるかなってところはありますね、見てると。この走るタイミングとか結構いいので、あとはもうちょっと引っ張ってもいいかな。なんか通らないなっていうタイミングで出してしまっているのと、今のとかでもペレなので、鋭い金とかだったら通ったかなって感じかな。ここで、やっぱりインサイドに入っちゃってるので、インサイドで入れるんだったら、例えばなんですけど、ここで奪って、で、左サイドバック、メンディが今一ちょっとずれてるんで、もうちょっと内に入っていって、メンディ走らせるっていうのは一つかなと思いますね。やっぱり、サイド上げるっていうのも一つ大事かなと思うんで、相手詰まった時とかは、特にやっていってもいいのかなと思います。これ逆サイド行きたいかな。今の悪くなかったですね。今これコーナーキックがね難しくて自分は本当バリエーション今ないんでショートコーナーをひたすらやってるんですけど、これは多分ミスかなっていうところですね。今のとかもここかな、ここでカーソル変えるかバレンダかバルベルデに変えて自分がピンク側の人だったらサワーを使いたいか、フォワード ST か、L ウィングか、もしくはセンターバック経由するか、左にトリガーなんかけますね、この移動中に。左サイドバックトリガーなんかけて前に走らして、っていうのを考えたときに、サワーはこの位置で良くて、白側の。これは本当人によって多分変わると思うんで、自分的な主観ですけど。で、バルベルデを、相手がサイドバック上げてきたらついていくし、上げてこなければ、サワで縦を切るか、バレンダーをもうちょっと下げるかですかね。
これ、そのままサワを行ってしまうんですよね。で、結局コース開けて、やっぱり4213も含めてなんですけど、4411も含めて、やっぱ大デフラスル、やっぱ強いと思うんですけど、今、自分自身とかで言うと本当に、弱体の可能性があるんで、あんまり使わないようにはしてますけど、やっぱり相手は警戒してこなかったらやっぱ使うので、こことかも、サワーに入れたタイミングで、どうしても今多分相手もサワーだと思うんですけど、サワーから、多分カソチェンのイメージができてたらいいんですけど、相手のケアが。もうこの遅れた時点で、やっぱり大レフラスって選択肢が出てしまうんで、自分だったら大工とかセンターバックケア行くっていうのを、警戒する。相手もどうしてくるかによるんですけど、一番最悪は大レフラスで一本で通されるっていうのは嫌なので、自分であればそういうのをするかなって感じですね。結局これは ST に入れてくれたので、結果的には大丈夫だったんですけど、今のだったら自分であればサワー経由するかなって感じですね。やっぱトップ下にボードを入れたいっていうのがあるんで。で、ここも、下げて、出して、詰まってる感はありますね。でもこの縦パスはいいですね。もうこのままペレでいきたいですね。今のはめちゃくちゃタッチ的にもすごい上手かったと思います。もうペレのこの左足が外れたなっていう感じなんで、あとやるとしたら本当 TF とかかなっていう感じですね。もうちょっと横のドリブルとか入れてもいいかなと思いますね。なんか、斜め前と斜め45度前にひたすらドリブルとボールを運んでる印象があるんで、相手からすると守りやすいっていう印象があるんで、もうちょっと横、今みたいなやつですね。横へのドリブルはやっていくと、もうちょっとこのトリガーランがいけるかなって感じはしますね。横含め、後ろ含めかな。その間合いの作り方っていうところで。これ相手の選手、多分あれかな、今回の目標のやつかな。エゴ選手ですかね。いいところ通しましたね。結構難しいとこではあるんですけど、今のとか。今の多分2個、トリガーランいらなかったかなって感じしますね。ワンツーから。で、ここが運ぶとこがなくて、これも、今のも、悪くはないんですけど、自分だったら、トリガーランでメンディ走らして、メンディを経由せずに2個使いますね。2個使えば相手からするとメンディ曲がってきてるんで、メンディもケアしないといけないし、2個の縦も気にしないといけないんで、相手としては2つパターンができるっていう。このまま多分、バデンダからメンディ出してしまうと、相手サイドバックスライドして、で、中盤スライドしたら守れちゃうので、自分がやるとしたらそういうことをしますかね。ここでメンディ経由しちゃうと結局相手やってますよね。だからこういうちゃんと守り陣形ができちゃうので、この後のちゃんと攻撃パターンがあればいいんですけど、結局この縦で詰まってしまうっていう。だからパターンを、できるだけ持ちたいので、選択肢2つぐらい持ちたいんで、今のはメンディを経由せずに2個を当てれば、攻撃としては選択肢が増えるって感じになります。本当にできるだけ、特に自分が最近気にしてることなんですけど、攻撃は本当2択以上いかに作れるかなんで、それもあってフィニスの選手を多めにしたりとかして、遠目からでも狙うようにしとけば、相手が寄ってきて、で、その空いたスペースがやっぱ出てくるので、やっぱり当たれるのがあんまり自分が得意じゃないので、待ってくれるんだったら打つし、待ってないんだったらもうドリブルでかわしに行くか、パスができる選手っていうのを多めに入れてるっていうのが今の自分のスタンスなんで、そういった飛び道具的なのはやっぱり欲しいかなと思いますね。今の人選とかだと、バルベルデがパワーシューターとしてはいますけど、どうしても、ドリブル勝負というか、ハムがトップとしてパワーシュートは持ってますけど、フィネスは誰も持ってないので、飛び道具が何かあれば、本当に攻撃としてはもうちょっと楽になるかなって感じではしますね。結構タイプが、似てるというか、ペレ、ハム、2個。悪くはないんですけどもちろん。なんかもうちょっとパターンを持ちたいかなっていう印象はやっぱありますね。今のメンディーでの
追いかけに変えたのは良かったと思いますね。で、ここ、まあ今のオフサイドはしょうがないかな。今の守備はいいと思いますね。ペレで行って、縦、警戒でバデダを動かしたのはすごいいいと思います。攻撃かなんか守備、今までって結構守備に課題がある方が多かったんですけど、今見てると、守備はある程度できてそうな感じもするので、もちろん気になる点はあるんですけど、序盤に紹介したような部分とかは、そんなに大きい守備のミスというか、気になるところはあんまり今のところないですし、攻撃もトリガーランとかかけれてるんで、そのトリガーランをもうちょっとうまく使っていければ、ここも結局選択肢ないんで、今のとかでも、もし、トリガーランかけて、前に行き過ぎて気になるんだったら、トリガーカモン入れてもいいし、別の選手にトリガーランかけて、前のトリガーランをキャンセルしちゃったらいいので、そういうのも一つありかなって感じしますね。さっきからちょっと気になってるのは、トリガーランかけて、前のディフェンスの追い越しで結局使わないっていうシーンばっかりなので、別のトリガーランかけるか、でキャンセルするか、トリガーカモン入れるか、もしくは選手ロックを覚えるかっていうところをやっていけば、もうちょっといいのかなと思います。やっぱりこれ相手が今枚数有利になってしまっているので、今の台でパスはいいですね。で、ここもいいボールですね。悪くないですね、今のところ。今のとかもペレ一回当てちゃってもいいかなと思いますけどね、コース一瞬空いたんで。あれが、サバニエとかだと多分ダイレフラスを通ると思います。ペレがちょっと使ってみてないかわかんないけど、白プレスタでも、さっきのパスコース感だったら、相手も今多分警戒してないんで、ダイレフラス通ると思うんですよね。で、ダイレフラスをばっかりしろっていうわけじゃなくて、たまに見せるっていうのがやっぱ重要で、こういうのも狙うよってすれば、相手も警戒するので、できるだけそういうのも込みでやっぱり、攻撃パターンの引き出しが多ければ多いほど、点が取りやすいっていうのもあるんですけど、やっぱり飛び道具をいかに何個か持ってるかっていうのが重要かなと思います。なんか自分の中ですごい得意分野があればいいんですけど、例えばストレーフとか、ドリブルがめっちゃ得意とか、ワンツーとかトリガーランとか、もうそれが相手が分かってても守れないような特技があればいいんですけど、なかなかそうやって難しいと思うので、相手の守備の仕方とか人選によっても、その辺が対応できないとかもやっぱり出てきてしまうと思うので、特に、やっぱり飛び道具であったりとか、トリガーランも含めてですけど、何かしらの、そのダイレフラスとかも、完璧にできるに越したことはないですけど、軽くできるとかでもいいんで、その素振りを見せるっていうのだけでも、やっぱり違うかなと思いますね。クラシックマッチ、大会モードとかだとやっぱ9分とかなんで、時間長いんで、その辺がいろんなことできるんですけど、クラシックマッチ難しいところやっぱ6分ですね。ディビライト CF がそうですけど、スカバトとかもそうですけど、スカバトは短いか。ディビライト CF とか特に、いかに早い段階で見せていけるかみたいなところもあると思うんで、武器をどんだけ持つかかなと思いますね。攻撃パターンをいかに増やせるかっていうのは本当重要かなと思います。ここも守備別に悪くはないですね。今のところも。これトリガーランかけて、結局ここなんですよね。ここがトリガーランかけたけどっていう。で、もう出すとこないんですよね。トリガーランかけた時点で相手のディフェンス、右サイドバックに突っ込んでいくんで、もうここでもう2個を使わないってなると、ハムもめっちゃ前に行ってしまってるんで、ハムが当てれたら2個っていう選択肢とペレがいい感じで走ってるんで、ペレを経由っていうことができるんですけど、一番理想はここでハムに当てれたら一番いいですけど、トリガーかも入れるか、選手ロックで呼ぶのが一番いいですかね。トリガーランを消したくないので、結局ここで、ペレにカーソル合っちゃいましたけど、今みたいなミスになってしまうのかなっていうところですね。ここもトリガーランかけてますけど、もうこのパターンが、特に多くて、フラする
トリガーランかけてのフラスルがもうワンパターンになってしまってて、相手からすると本当に裏ケアだけしておけば対応できるっていう。今のとかでもさっきのもうトリガーカモンを入れるだけでももう一回寄せればまた相手の守備も変わってくると思うんで、もう今の状態だと本当トリガーランかけて、ディフェンスと入れ替わりそうだなっていうタイミングでドブタツを入れてることになってしまう。ドブタツというかフラスルバックを入れてしまってるんで、もう本当守りやすい状態になってますね。カピタ大工がめちゃくちゃ強いなと。カピタがめちゃくちゃいいな。いや、このドリブルめちゃくちゃいいんですよ。今の最後のちょっとありましたけど、今のドリブルはすごい良かったと思いますね。ディレクションは、矢印出てるトリガーランのやつに関しては自分ほぼ使わないんで、使いに越したことはないんですけど、自分はどっちかというと、選手ドックに走ったので、それを使うんだったら選手ドックでいいかなって思うので、選手ドック。で、トリガーランは、もう使いますけど、基本縦方向でいいかなっていうので思ってますね。よーてか。右サイドバックはあれかな。サイドバックで使いたいから使ってって感じでしょうね。見てる感じだと。ここむずいっすね、守備。ちょっと怪しかったけどって感じかな。今のも相手落ち着いてた左に使われるかなって感じはするんで。サワーをトップ下に入れて、ペレ。アンにもベンチにいるやん。すごい。めちゃくちゃいいスカット。多分451で、4411でいくのかな、このまま。やばい。今のとこは難しいとこですね。タックルも入れにくいし、タックル入れると、PK になる可能性もあるんで、サイドかな。今のはタックル入れない方がいいかな。一旦後ろ下がったんで、今の前になるとあんまり入れない方がいいですね。いや、これはいい。今のワンツーはすごい良かったですね。今縦行って良かったかな。今のキックフェイントは余計だったかな。サイドに流れて良かったですね。ちょっと両サイドのスペース使えてないんですよね。全部内々でやりすぎなので、もうちょっとピッチを広く使ってもいいのかなっていうのは思いますね。例えば、そのインサイドで入って、サイドバックで使うとか、序盤に言ってたやつですね。ここも出し手がないんですよね。ここ多分下げるしかないってなって、このトリガーランはいいんですけど、ここなんですよ。ここで手を使ったらダメなんですよ。手を使わなければ、サッカー経由すれば手をが走っていくので、絶妙タイミングで抜け出す可能性があるんで、相手からしても守りにくいし、入れ替わりになるんで相手も追いつけないんで、これだと相手は本当守りやすくなりますね。手をここで経由せずに、我らで一呼吸置くか、そのまま2個を使うかっていうのをするだけでも本当に攻撃パターン変わると思います。マジでこれトリガーランの使い方、ここ結構重要で、かけてるけど、3人目のタイミングで使うっていうのを意識するだけで、本当に攻撃楽になるんで、トリガーランかけた選手をすぐ使うっていうのは結構やってる方多いんですけど、もちろんそれでうまくいく時もあるんですけど、特にサイドバックとか、サイドハーフ、特に後ろかな、中盤開けた時とかは、この3人目の動き、使うっていうのを意識するだけで本当に楽になります。今この2個にフラスでやってますけど、1本も通ってないんで、それを、サイドバックっていう意識するだけで、これです。これ通るんで、ただ相手が自陣引いてるんで、そこまでチャンスにはなってないですけど、今みたいな形を作るのがめちゃくちゃ重要ですね。しかも狙って。これはいい。今のはめちゃくちゃいい。
だからやっぱり今のも結局坂で決めてるじゃないですか。フィネスで。自分がこの動画の冒頭でも言っていたそのフィネスをとか飛び道具を入れるっていうのが今みたいなシーンがあるっていう。相手がプレス来なければフィネスで狙えるよっていうところで、今度から今みたいに、これもう後半なんであれですけど、序盤でそれをやっておけば、相手も警戒して絶対寄ってくるんで、寄ってくればどっか開くんで、そこが本当重要ですね。もう本当に飛び道具選手をいかに置くかっていうのは重要だと思います。FC プロ見てても結構やっぱオリーセ、コスパ的な部分もあると思いますけど、フィネスがどこかしら入ってたりとか、パワーシュが強かった時はやっぱパワーシュの選手入ってたりとかしたと思うんで、飛び道具がやっぱあるかないかっていうのは本当に違うと思いますね。見てる感じ、サカの方が良さそうかなと思いますけどね。バルベルデじゃなくて、すごいリズムできてるんで。これも走らしたいかな。手を走らしたいかな。このワンツーじゃないんですよね。守れるんですよね、これは。手を走らして、使う使わないにしても、おとりにしてもいいからやった方がいいかなって感じかな。結果的に決めれましたけど、残り2分。やっぱハムめちゃくちゃいいですね。今の、でもゴールシーンは良かったと思います。ただ、使うタイミングとかに関してはちょっと気になるかなっていうところかな。怪しい。はい。GG ですね。はい。っていうことで、iPhone がちょっと喋りましたけど、ということで、課題としてやっぱトリガーランの使い方かな。守備もそこまで大きい課題っていうか、序盤の部分は気になりましたけど、それ以外に関してはそこまで大きいとこっていうよりかはなくて、どっちかというと攻撃がワンパターンすぎる。で、結構トリガーランをうまくかけれてるので、そのサイドバックを飛ばして別のとこ使ってサイドバックを使うっていうのを意識するだけでもだいぶ変わるかなと思います。あとはドリブルの前、斜め45度ばっかりをやってるのを横とか後ろ、斜め下がるだけでも相手からすると守りにくくなるので、であったりとか、結局サッカーでやっぱ決めたと思うんですけど、飛び道具の選手をできるだけ入れておくっていうのは重要かなと思います。はい。ということで以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。今日の転売情報になります。こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube 載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報したりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしてるっていう感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめであったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画ということで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかと。どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったり特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、画策 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。
とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなんかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入っている方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員に入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とかあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。